こんにちは、4キャム中川です。今日はですね、大工の基礎を学ぶシリーズから、実技の墨付けの方をやっていきたいと思います。今日やるのはですね、この尺棒、この尺棒といって、4号ごとにですね、印のついた定規の作り方の方をやりたいと思います。で、これ横方向、水平方向の墨付けをするものであって、垂直方向ですね、高さ関係を書くのは、金ばかりと言います。これは水平方向のものを書くものです。でこれ455ピッチに線を描くっていうのは基本的に今の在来工法っていうのは455のですねグリッドですねの中に物を配置していくっていうような考え方で物を設計していくのでその基準となる線を描いたものになります。でこれ別にいらなくねみたいな毎回測ればよくねみたいに思う方もいるかもしれないんですが、やっぱですねこういうふうに書いておいた方が圧倒的に効率的です。毎回測るより効率的です。でかつやっぱ測れば測るほどですねミスが発生しやすいんですよね。なのでミスを防ぐっていう意味でもですね、非常に有効だなと思います。あとですね一番の利点はですね継ぎ手ですね。ジョイントのところで、寸法の受け渡しといいますか、というところをですねこの尺棒を使うことでミスなく精度高くですね継ぎ手を作り、次の材料の墨付けをしていくということがですね、これを使ってやることができます。なので今回はですねこの、尺棒の作り方使い方そしてその継ぎ手ですね継ぎ手の作り方の方をですね、説明していきたいと思います。でちなみにですねこの尺棒とか尺杖って、人によって作り方とか使い方って全然違うと思います。100人いれば100通り違うようなものなのかなと思います。で別に僕もですねこれが正解だとかこの新システムみたいな感じでやってるつもりは全くなくてですね、一つの参考になればなというふうに、思っています。でそもそもですねこのチャンネル自体っていうか僕動画作ってる意味も別に有名になりたくてやってるわけじゃないですし本当ただ単に自分の知ってるものを、伝えることで残しておくことで誰かの参考になればいいなっていう気持ちでやってますので、どうかですね温かい目でですねいただきたいなというふうに、思っています。はい、ということで、よろしくお願いします。使う材料ですねはまず基本的にはまっすぐで乾燥してある材料を使ってください。で僕はですねこれ1本、1刀1本って感じですね。お使い捨てです。で、毎回何か墨付けをするときに新しく作るという感じです。で材料はですね、経冷剤の、銅縁もしくは30の45を使う方が多いと思います。で今回は銅縁ですね、45の18の材料を使って墨付けを、尺棒を作っていきたいと思います。ぶつけて角がへこんだみたいになった時に狂ってしまう可能性があるので、それが嫌なのでずらして墨をつけるというふうにやっています。ということでですね、5ミリずらして、墨をつけていきます。なのでスタートの場所ですね、5ミリずらすので12345と5ミリですね。次が455なので460で次が900となので900と5ミリ。はい。で、さっき印したものを、差し金で線を引いていきます。で今455ピッチに線を描きました。で次にですね、今度は900等ピッチですね、ごとに印をつけていきます。というのも900等ピッチ3着ごとっていうのは非常に重要な場所になるので、印をつけていきます。で、僕は単純に1個飛ばしですね。で丸を描いていきます。こういうのようなこのようにちょっと、丸をつけていく感じです。でこれも人によりますね。ただの丸じゃなくて丸3つ描きますとかいう方もいますし、900等ごとに、丸をつけました。で番付ですねを書いていきます。でここが900等ごとにですね今の黒い丸ごとにイロハニホと書きます。で次にですね下にはですね1、2、3、4、5とはい書きます。でこれ何をしているかというとこの455ごとに印を書いてるんですが
さらにですねこれ実際に番付木材に墨付けをしていくんですが、これ通りも全部これに合わせたいんですね。墨付けをするときに「い」の位置はここに合わせるんです。このどっか適当に反対側から使っていいっていうものではなくて「い」の位置は必ずここに合わせますと。だし1番通りは必ずここに合わせますと。ロは必ずここに合わせるし2番通りも必ずここに合わせるというようにですね、場所もこれで指定します。でなぜかというとこれもしもこの定規が例えばこの「い」と「ろ」間で1ミリ若干ずれてましたと、1ミリがここ長かったですよって言ったとしても、これ全部同じようにこの定規を使っていれば1ミリそこが1ミリ長いっていうものが出来上がるんですよね。でもこれをもしも、適当に入れ替えてやってたら下は1ミリ短くて上は1ミリ長いみたいな感じの建物ができてしまうかもしれない。なので、これをただその場所も完全に指定しておけばもう確実に、間違いがないというか、斜めな建物は絶対できないと、この通りのこのピッチのものが完全に出来上がるよっていうふうになるので、場所もこれで指定するというふうにしていきます。でこれいろはにほまでいったんですけど、でこれ次またほになります。というのも次、合わせる時これほになるんですよね。なのでいろはにほいってまたここほになっていろはにほへとちりっていうふうに増えていきます。かっこほみたいな感じですね。これがまた5になってかっこですね。かっこほになって5になるという感じになります。でまた番付が振っていくという感じになります。今回はこの「い」と「ろ」までにしておきます。はい、でちょっと先ほど言い忘れたんですけども、これ確実に印をつけた時点で4号位置になっているのかもう一度確認してください。こうやってスケール伸ばしてですね、この角使わないで、ずらしてここの角に線の引いたところに4号個合わせて次の場所でこれで合ってるかどうかというのをですね全部においてこういうふうに確認して、間違いがないか計算間違い、特にですね今回5ミリずらして線を引いてるのでそこの計算ミスとかがあったら、大変なことになるので、それがないかっていうのを確認してください。簡単にちょっと墨付けを説明したいと思います。でまずこれ墨付けする前に木材ですね、角材を、こうやって見てですねこうやって見て、曲がりとかまず背腹ですね、背腹と、据え元、あとは曲がってる向きっていうのを確認して、どういう向きに使うのかまず決めますと。でそれを決めたら上刃ですね、上刃に、この尺棒を置いて、場所を決めていきますと。でこの時に例えばここに敷地作りたいといった時にここにすごい大きな節があったらそれを避けたいわけですよね。なのでこういう、ずらしてじゃあここにするかと。でもここにしたら今度はあっちが長さ足りないなみたいになったらじゃあこっち側にしようかなっていうような感じでこれで場所を決めます。で場所が決まったら、僕らはですね、材料の端になるべく合わせて墨をつけていきます。この尺棒も斜めに置いちゃうと距離が変わってくるので長さ変わってくるのでなるべく端に面に合わせて、印をつけていきます。印を写していきますって言った方がいいですかね。よっと、印を書いた線を引いていきます。で線を書きましたと。で番付を書いてですね、なので「い」の位置から「い」「ろ」「は」に「ほ」というふうに番付を書いていきます。でジョイントのところですね、ジョイントのところを例えばですねここに柱がありますよと言った場合に、ここから先で継ぎ手をしたいという時にこの芯から150のところですね、基本的には継ぎ手は、芯から150逃げたところに、継ぎ手を作るというふうに考えてください。その真上はダメですね。はい、ということで150ずれたところに、目木を作りますよっていうのを決めたとします。なのでこれは芯ですね。芯でいろはに、2の1とかにしておきますか。2の1ですよと。というふうにします。この尺棒に2に合わせて、今度写したジョイントの線をコピーします。でこれはジョイントになるんで J と、書いておきます。でこの150逃げたこの150の線が
蓄地継ぎ手のどこの場所に当たるのかっていうのはもう自分のルールなので、それはもう自分で決めてください。アリの首にしますとか、アリの、胴付きにしますとかっていうのはですね、まず自分で決めるというのが大事です。まずメギ書いちゃいますね。こういうふうになります。で僕は、アリの、胴付きのところを基準にするので、こういうふうに書きます。これが次の材料だとします。そしたらこのさっきのジョイントのところを、こんな感じで印を書いてあげます。でこれがジョイントですね。でここからが455のセミになります。でこれもう先にアリ書いちゃいますね。2本並べるとこのようになります。もう一回確認すると、この2の場所に合わせて、ジョイントの基準ですねの部分ここに移してあげますよと。で次の材料にこのジョイントの場所を当てて、次の455をこうやって書いていくと。というふうにすることで、ここが穂の1になるんですね。2本がこのように連続した状態で完全にコピーできると。このつながりですね。この伝わりますかね。ここの2の4の延長をここのまま引き継ぎでいくことができると。でここのバカ棒っていうか、この尺棒にこういうふうに実際にジョイントの場所ですね、ここで継ぐよっていうのを書いて、これをまた次の材料にこうやって移すと。でそこからまた455がスタートしますよっていうことをすることで、ミスなくこのジョイントの場所ですねというのをこのように引き継いでいくことができると。ということで、今なかなかこの尺棒とか作ることとか使う機会ってあまりないかもしれないですが、参考までですね頭に入れといていただけると、何かの役に立つ時があるかもしれないので、ということで、何かの参考になれば幸いです。ではありがとうございました。